多くの人が自分の望む人生を歩みたいと願っていると思います。そしてそのためにとても重要なことが、どこに意識を向けているのかです。今回は脳と意識の探求者であるネドジュンさんの理論をベースに、意識とは何なのか、そしてなぜ意識を向ける先が重要なのかを脳科学や神経科学の視点から紐解いていきます。この動画を最後までお聞きいただくと、必死に頑張ることや焦ることを手放したまま、まるで自動操縦のように望む未来を引き寄せるピント操作のコツがマスターできます。今回は頭でしっかり理解しようとするよりも、ご自身の胸の中心あるいは呼吸に意識を向けながらリラックスして感覚的にお聞きください。今更ですが、意識って一体何でしょう？ネドジュンさんはこの意識をこんな風にイメージしているそうです。意識とは私そのもの。私という意識は常に何かにピントを合わせています。この何かにピントを合わせている存在をネドジュンさんは意識の焦点さんと呼んでいます。そして私たちが自分の意図でコントロールできるのはこの意識の焦点さんだけです。左脳も右脳も自分の力では何も変えることができません。変えられるのは唯一意識の焦点さんだけ。カメラのレンズをイメージしてみてください。目の前にあるたくさんの景色からどれをズームアップしてどれにピントを合わせるのか。つまり私たちにできるのはこのピント操作だけなのです。ここで少し不思議に思いませんか？いやいや、私たち毎日晩ご飯のおかずを決めたり、仕事の段取りを考えたり、いろんなことを自分で選択して決定して行動しているじゃないかと。自分の意思で選んでいるという実感は確かにリアルです。しかし、最先端の脳科学や心理学においては、それは脳が作り出した極めて精巧な錯覚、イリュージョンであり、後から作られたストーリーに過ぎないという見方が主流になっています。私たちの脳の裏側で一体何が起きているのでしょうか？私たちの脳には自分が取った行動の理由を後からもっともらしく捏造するシステムが備わっています。それを証明する有名な分離脳の実験があります。右脳と左脳のつながりをカットした患者さんに言葉を司らない右脳だけに歩けという文字を見せました。すると患者さんはスッと立ち上がり歩き始めます。そこで今度は言葉を司る左脳に向かってこう尋ねます。なぜ今歩いているのですか？左脳は歩けという命令が出されたことを知りませんから、普通ならわかりませんと答えそうですよね。ですが患者さんの左脳はなんと、コーラを買いに行こうと思ってと、その場で理由を瞬時にでっち上げて答えたのです。私たちの脳、特に左脳は、無意識が勝手に取った行動に対して後から私は〇〇という意図でこれを選んだんだと言い訳を自動生成する天才なんです。ではなぜ脳はわざわざそんな面倒な錯覚を起こすのでしょうか？理由はシンプルです。その錯覚がないと私たちの精神が崩壊してしまうからです。この体を自分でコントロールしているという感覚、自己主体感がないと、自分の体が誰かに勝手に動かされているという強い恐怖に襲われてしまいます。また、自分で選んだという感覚があるからこそ、私たちは責任や反省、誇りを感じ、社会のルールを守って協力し合います。自分で選択した感覚とは、
私たちが社会を安全に生き抜くために脳が用意してくれた親切なシステム、ユーザーインターフェースなんです。じゃあ私たちはただのロボットで毎日の選択に意味はないのと絶望する必要はありません。ここでネドジュンさんの言う意識の焦点、ピント操作が私たちの救いになります。実は私たちの選択は次のような3ステップで行われています。ステップ1、全自動の提案。右脳や左脳の自動プログラムが A にしようや B にしようと過去の記憶や体の欲求から選択肢を自動的に湧き上がらせます。ステップ2、意識の焦点、ピント操作。ここだけが自由です。あなたの意識の焦点さんが湧き上がってきたアイデアのうち、どれにピントを合わせるかを決めます。ステップ3、後付けの決定、錯覚。ピントを合わせた行動が実行され、脳が後からよし、自分で選んでこれをやったぞというストーリーを完成させます。つまり、選択肢をゼロから生み出すことはできなくても、脳が勝手に提案してきたものの中からどれにピントを合わせるかという部分において、私たちは確かに人生の舵を握っているのです。では、望む現実を手に入れるために、私たちはどこにピントを合わせればいいのでしょうか。ここで多くの人がやってしまいがちな罠があります。それは、まだ手に入っていない未来の目標に必死にピントを合わせようとすることです。これだと脳は、まだ叶っていないという焦りや不足の方にピントを合わせてしまい、結果として不足する現実が拡大してしまいます。ネドジュンさんのメソッドと脳科学をベースにすると、ピントを合わせるべき場所は、驚くほどシンプルで強力な3つのステップに分かれています。ここからはぜひご自身の体で感じながら聞いてみてください。これがすべてのスタートライン。身体感覚である土台を整えるステップです。まずは頭の中のうるさいおしゃべりからスッとピントを外しましょう。左脳が囁く、まだ叶ってないよ。どうやって叶えるのという焦りや不安を一旦横に置いておきます。そしてただここにピントを合わせてみてください。あなたの呼吸、そして吸い込まれていく空気の穏やかな暖かさ、お腹の奥のじんわりとした感覚、あなたの足の裏が床や大地にしっかりと支えられている感覚。もし今温かいお茶を飲んでいるなら、そのカップのぬくもりやお口の中に広がる美味しさをただじっくりと感じてみます。こうして体にピントを戻すことで脳は、今私は安全で満たされているんだという心地のいい充足モードに切り替わります。この安心の土台があって初めてあなたの望むピントが正しく機能し始めるのです。土台が整ったら次は本質へとピントを移します。例えば素敵な靴や理想のパートナーを思い描くとき、大切なのはそのものやスペックそのものに執着することではありません。それよりも、それが手に入ったとき、私の内側にどんな感覚が広がるんだろうという体感覚にピントを合わせるのです。もし今より2段階ほど上の本当に品質のいい靴を履いているとしたら、その時あなたの胸のあたりは
どんな風にほっと緩むでしょうか。お腹の奥から、やっぱりこれでよかったんだというじんわりとした嬉しさがこみ上げてきませんか？なんだか嬉しくて自然と口角が上がって、なんか幸せで満たされた感じ。この心地のいい体感覚こそが脳にとってのリアルです。脳はあなたが今体で感じている感覚を本物の現実だと判断します。先に脳の中に叶った時の安心や喜びの周波数を作ってしまうことで、脳の優秀なフィルターがそれにふさわしいチャンスや出会いを現実世界から自動で見つけ出し、あなたへと引き寄せ始めます。最後は現実化のスピードをぐっと加速させるステップです。望む現実はある日突然 100% 完璧な形で目の前に現れるのではありません。最初はほんの 1% から 5% の小さな兆し、かけらとしてあなたの日常にこっそり現れます。お金持ちになりたいのなら、今お財布に入っている100円の存在や雨風しのいで暮らせるお家のありがたさ、そこにしっかりとピントを合わせてみます。健康になりたいなら、もし腰が痛かったとしても、今何の問題もなく自由に動いてくれている首や手足の軽やかさ、快適さにあえてピントを合わせてみます。ないもの、不足にピントを合わせると、不足はどんどん拡大します。すでにあるもの、充足にピントを合わせると、今度は充足がどんどん拡大していきます。日常の中であなたの望む世界の小さなかけらを見つけては、そこにピントを当てて心から喜ぶこと。これこそが望む現実を最も早くあなたの元へと連れてくるロードマップなんです。今日のまとめです。あなたが望む現実を作るために今すぐできるピント操作はとてもシンプル。頭がぐるぐるしたら体の感覚にピントを戻して思考を静かにする。望みを思い描くときは、それが叶った時の心地のいい体の感覚にピントを合わせる。普段の生活では、すでに叶っている部分、小さなかけらにピントを合わせて過ごす。現実は、私のピントが作った影絵のようなもの。そう捉えて、まずは今この瞬間の心地のいい感覚にピントを合わせるゲームを今日から楽しんでみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。